皆さんこんにちは、こんばんは、てしもです。今回は富の流入を許可するというテーマのために選んだクリスタルを使ってヒーリングをします。具体的に言うと、あなた様が好きな時に好きなだけ、好きなことをできるだけの十分な豊かさが手に入るということを設定しています。で、実はですね、今月に入って50個以上の新しいヒーリングクリスタルを入手しました。で、9月からこの動画を始めて、先月にはもっといろんな問題を解決したり、たくさんの人の個性に対応できる意思が必要だっていうことが分かってきたので、それで私物をですね、売りまくりまして資金を作って、もうこのテーブルの上で使うもの以外の金目のものは残ってないレベルで売りまして、東京ミネラルショーが開催されたので、そこでたくさんのヒーリングができる石を見つけて購入して、あとは譲ってもらったものもあるんですが、集めました。それからですね、毎日それぞれの石の個性や波動を知るために、寝る前にクリスタルを持って瞑想をして、ヒーラーの方とあと一緒に実験する機会もあったりして、大量の新しい知識を吸収することができました。でもですね、一昨日の朝ふと気づいたんですが、今こうやって急いで研究しているのは、私がたくさんヒーリングをさせていただくことによって、クリスタルとコミュニケーションを取る能力が上がったからというふうに、つい調子に乗って思っちゃってたんですが、実はですね、手下のヒーリングを受けてくださっている皆様の意識が拡大していっている、意識や波動が拡大していっているから、だから私はそれに間に合うように少し先回りができるように急いでいるんだっていうことが急に分かったんですね。で、いくつか前の動画のコメントに私のやっていることを通訳、先生とおっしゃってくださった方がいて、で私はヒーラーなのか、自分ってヒーラーなのかな、なんでこんなことになってるんだろう。すごい楽しいけどやっていて本当に大丈夫なのかなって不安がよぎる時もあるので、私の役目を考えてくださったことがとっても嬉しかったんですね。で、特に通訳っていうのがしっくりきていて、私はこの手下ヒーリングラボというゆるい集まりの人たちに、クリスタルや宇宙、あなた様のハイヤーセルフや光の源、すべてそれらは一緒のものかもしれませんが、とにかくそれらが小さな声で囁いてくることをできるだけわかりやすく言葉にしたり、ヒーリングを通してガイドしていく役目なのかなと思ってます。というか、そうなれたら本当に光栄ですし、私はこの動画を見てくださっているあなた様が今まで以上に魂を輝かせて生きていけるようにヒーリングをすることで私自身もとても癒されています。で、コメント欄を見ていただくと、私よりもずっと繊細に感じていられる方や、知識がある方もいらっしゃるのがわかると思うんですが、皆さん人生においてきっと他の大切なものがあって、クリスタルにかかりっきりになって自分でヒーリングをいつもできるわけではないですよね。なので、私がその役目をさせていただいているのかなという感覚です。クリスタル、パワーストーンについてはたくさん書籍があって先に研究されている方も多いのですが、どうして私が自分で調べているのかというと、この手下ヒーリングラボに集まった方々だけが理解できる新しい意識や感覚というものがある気がするからです。で、個人個人の波動や意識の拡大のレベル、生まれる前に決めてきた課題でさえも日々更新されていきます。だからクリスタルも少しずつ新しい言葉を話していて、それをできるだけ正確に通訳できたらいいなと思っています。で、まだまだ超未熟なんですが、改めてよろしくお願いします。ちょっともうすぐ今年もリアルタイムで見てる方は、今年も終わるので、ちょっとこういったお話をさせていただきました。はい。それで本当にごめんなさい。やっとテーマに入るんですが、お金というか、あらゆる豊かさが入ってくるときに、いろんな入ってき方があると思うんですが、それには例えば目標や仕事で取り組みを達成して、その分だけお金や豊かさを手に入れるっていうこともありますが、でも今回は特にあなた様が生きてきて、自然に持っている魅力や美しさや優しさ、面白さなど、あなた様自身が引きつける豊かさと富が入ってくるのを、あなた様が自然に受け入れられるようにできたらいいなということに焦点を当てようと思いました。
豊かさやお金はどういう形でどこから入ってきても、誰かからもらったりしても、どんな形で入ってくるかを限定しない方がいいからです。で、メインでですね、使う石はこちらのシトリン、パイライト、スフェーン、ラピスラズリで、ヒーリングであなた様に接続してからいくつか足すかもしれないんですが、こちらを使っていきます。で、あなた様は今自分が好きなこと、やりたいことを好きなだけできるだけの十分な豊かさと聞いたときに、どのくらいあったらいいなと思いましたか？で、このシトリンクラスターはですね、初めて対面した瞬間にたくさんある、豊富にあるという意識が波動になって、美しいイメージになって自分に入ってくるのを感じました。この石はあなた様がどれだけ望んだとしても、そして他の全員が自分にベストなものを望んでも、豊かさや富が足りなくなることはないということを強烈に伝えてくれています。このシトリンを持って最初に瞑想に入った時に、この石がいた、地層の洞窟のようなところに果てしなくびっしり美しいシトリンの結晶が育っている風景を見せてくれました。すごくみずみずしくて、光は届いていないのに太陽の暖かさが水滴になってシトリンを輝かせているような場所でした。そこからあなた様はいくつでも好きなだけシトリンを手に取ることができますし、エネルギーや情報も手に入ります。人それぞれ望みは全然違うので、あなた様がいくら望んでも足りなくなることはないということを全身で伝えてくれています。それからこのダブルポイントのシトリンは、このシトリンクラスターのエネルギーをチャクラに伝えるデバイス、道具みたいな役割なんですが、黄金色の稲がなびいているイメージを見せてくれて、それは私たちの労働であっても趣味であっても、ただ何か考えることでもゴロゴロすることでもゆっくり寝ることでも、何か自分や誰かのための充実感が豊かさですよっていうことを伝えてくれました。で、そしてですね、こちらのスフェーンという鉱物名だとチタナイトっていうんですけれども、宝石名だとスフェーンなんですが、こちらがですね、今回とても重要な石で、調べた時にどこにもお金という文字が出てこなかったにもかかわらず、どうしてもこのテーマにこの石が必要という気がして用意しました。で、この石が入手する前からハートに作用して、あなた様のそのままの魅力を引き出してくれるような気がしたからなんですけれども、それで最初に肉眼で見た時に本当に驚いたんですが、まず視覚からサードアイに入って、額のところに入って、光の速さでハートに到達する強いエネルギーを持ってたんですね。すごい虹っていうか有色効果なんですけれども、だからこんなにキラキラしてるのかっていうかクリスタルって視覚から波動を伝えるそういうパターンもあって、だから宝石としてたくさんの人に愛されてるんだっていう大発見というか、みんな知ってることかもしれないんですけれども、ちょっと私にとって大発見がありました。で、ハートに到達したきらめきは、あなた様のハートを隅々まで光でサーチして刺激して、ソーラープレクサス、溝落ちから胃のところですね。そこに流れて細胞に伝わると、なんかフェロモンみたいに外に輝きを放出していくような働きのイメージです。ちょっとですね、初見が肉眼で見たりとか、あと今大きく映していると思うんですが、そうやって見ると眉間を殴られたぐらいのインパクトがあって、私はちょっともう放り投げそうになったくらいのハイパワーの石だったんですね。で、なので一回ちょっと目が覚めちゃう方もいらっしゃるかもしれませんが、すぐに落ち着くと思いますので、ちょっとドキドキしちゃうなっていうことがあっても安心して受けていただければと思います。で、こちらのですね、パイライトはどうやって使えばいいのかわかるまで時間がかかったんですが、緊張した時にパイライトを握りたい衝動に駆られていることに気づいたんですね。で、この前ちょっとズームで人と話すことがあったんですが、その時すっごく緊張してしまって、で、そしたらパイライトをもう握りたいっていう感じになって、握ったらすごく落ち着いたんですね。で、
その時に硬くなって動かしにくくなったエネルギースポット、チャクラの壁をほぐしてくれていることに気づきました。それから何か不安にさせたり傷つけたりするようなことがあった時に、それが竜巻のように入ってくるイメージだったんですが、このパイライトはそれを跳ねつける高性能の金庫の壁のような役割を果たしていました。例えば、あなた様が弱っている時に不要な散財をしないように守る意識を与えてくれると言えます。そして望む富を扱うために必要な柔らかさと強靭さをあなた様に与えてくれます。そして実はこのラピスラズリは次回ですね、今年の最後の締めに紹介しようと思っている石で、この企画とぜひセットで受けていただきたいヒーリングなんですけれども、様々なクリスタルの波動を定着させて上に上に登っていく波動を感じる石です。というわけで、これらのクリスタルを使ってあなた様の意識を開き、魅力を出しやすくして、何よりも豊かさや富が足りてないという意識があなた様にあれば、それを自然に無限に豊富にあるっていう風な意識に導いていくヒーリングをこれから行います。で、このヒーリングで私は私のエネルギーを使うのではなく、宇宙、高次元からの光のエネルギーを流す管になってあなた様にエネルギーを流します。ヒーリング中に流れるエネルギーに私の意志、考え、気などが反映されることは一切ありませんし、技術的にもできません。このエネルギーは信じていても信じていなくても同意があればあなた様に最善の状態に調整され、心を軽くあなた様に元々ある愛や力を感じて生きていけるように確実に助けてくれます。流すだけで効果のあるヒーリングですが、積極的に受けたい方は今回シトリンとスフェーンの画像を目に留めていただいて、手に持っているイメージをして、その波動がハートかソーラープレクサスに流れていくのをイメージしてみてください。見えるイメージは自分の作った想像かもと思うかもしれませんが、そうではなくてクリスタルが見せてくれているものです。ただそれをリラックスして感じてみてください。それではあなた様のヒーリングを始めます。
はい、お待たせしました。お疲れ様でした。実はですね、昨日の深夜に、ヒーリングの撮影をして、ちゃんとフィードバックとカード出すところまで撮ったんですけれども、ちょっとですね、今日確認したら、編集でどうにもならないぐらい音声がちょっと聞き取りづらいところがあったんですね。なので、ちょっと正直これテイク2でやり直しなんですけれども、できる限り昨日、本当にヒーリングが終わった直後に言ったことと同じことを言います。で、このヒーリングなんですけれども、本当に今までで一番あなた様が輝いていました。もう本当に黄金色のイメージっていうのがすごく見えて、ハイヤーセルフ、あなた様の高次元の存在とか、光の源っていうものがあるっていうふうに言いますけれども、あなた様自身がその存在なんだっていうことをビジュアルで見せてくれたヒーリングでした。で、最初にパイライトを置いた時に、割とすぐに緊張がほぐれた感じがしたんですけれども、で、その後にですね、このハートのところに、手を最初に置いた時に、冬なのに、冬の夜なのに、もう本当に春の昼間のお花畑にいるような安心感と優しさを感じさせてくれました。もう本当にそこで私がほっとしたっていう感じなんですね。で、このパイライトの2つでチャクラにエネルギーを注入するというか反応させていった時も、すでに豊かさがあなた様の中にあるっていう感覚がすごくあったんですね。それを本当にビジュアルでも見せてくれましたし、なんか本当に、富の流入とか豊かさとか結構必死になってるの私だけなのかなとか思って、結構すごいびっくりしたんですけれども、で、ソーラープレクサスによく反応する石なので、そうかなと思ったら、どちらかというとこの丹田のところ、セイクラルチャクラのところに、本当に、オレンジ色に近い豊かな黄金色の情景が広がっていて、すごくもうあなた様はすでに豊かだっていう感じが、入ってきました。で、もし今それを感じてない方がいらっしゃったとしても、今あなた様が夜に見ていて、で、そして明日朝起きたらもう何か変わってるんじゃないかっていうぐらい、すでにあなた様の中に豊かさがあるっていう感覚を見せてくれました。でも本当にこのスフェーンにエネルギーを流した時も、あなた様の中の反応っていうのは、もう本当にキラ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 このスフェーンの輝きが、広がっていくのがすごく綺麗に見えたし、いや、もう本当に、なんだろうな。すごく感動的なヒーリングをさせて、いただきました。ありがとうございました。で、それではですね、ちょっとカードを、もう昨日ね、これ出したやつなんですけれども、なるべく昨日言ったことと同じことを言いたいと思います。で、それではですね、こちらの、3つのセットの中から気になる、1組をお選びいただき、メッセージを受け取ってください。はい、それではまずこの1組目を開けてみます。ちなみに、そうだ、言うの忘れた。これはですね、あなた様の、富や金脈につながる魅力っていうテーマで引いてある2枚になります。はい。そう。これがペンタクルスの10なんですけれども、私はですね、これを見た瞬間に、あなた様が継続してずっとやってきたことがある。ずっと続けてきて、で、そのことの始まりは、最初は全く豊かさとか、そういったことが感じられないような、もう将来何にもならないって思われるようなことだったかもしれないけれども、あなた様は何かちょっとガッツっていう言葉が浮かんできたんですけれども、そうやってすごく頑張ってきたそのことに対してずっと続けて力を注いできて、今は全く違うところに到達して何か達成したことがあるんじゃないかって感じるんですね。何か作り上げてきたもの、実績とか、そう、お仕事とかじゃなくてもずっと続けてきて状況を変えてきたことがあるんじゃないかと思ったんですが、それが、そういう力がすごいところっていうか、その魅力というか、そういうことを言ってるんですけれども、これからも同じぐらい頑張らなきゃいけないとか、そういうことではなくて、あなた様が達成した
してきた世界があって、それがこれからは波動のように広がって、自然にあなた様に富をもたらしてくれるんだよっていうことを、このカードが言ってくれていますので、ちょっと参考にしてみてください。はい。それではこちらの2番目ですね。2組目開けます。はい。はい。ペンタクルスの2とマニフェスティングドリームスですね。で、これを見て思ったのは、あなた様に人や物でも何でもいいんですけれども、すごく大切にしている対象がいるっていうことなんですね。で、もしくは結構あんまりうまくいってなかった時もあったかもしれないし、難しかったかもしれないけれども、そのことを見捨てずにずっと注目してきたこととか、そう、あなた様のその好きな芸能人とかっていうことかもしれないんですけども、そのどういう対象かっていうことはちょっとわからないんですが、ただあなた様がすごく注目して、すごく愛を注いで、で、諦めないできた何か大切なことっていう感じがするんですね。で、それがあなた様の願望実現にこれからもっともっと関わってきて、そのことがあなた様に豊かさをもたらしてくれるっていうことを言っています。で、あと、ペンタクルスの2なので、例えばあなた様が投資をされているとしますよね。で、そしたら、あなた様にそれが、思わぬタイミングですごいお金とか豊かさっていうのをもたらしてくれるっていうこともちょっと言ってるかなって思いますので、参考にしてみてください。はい。それでは3組目ですね。はい。はい。で、これがエンペラーの逆位置と、訳すと勇気を出すみたいなことなのかな。そうなんですけれども、これを見たときに私はあなた様が何か肩から荷を下ろしたことが最近もしくはこの1年とか2年ぐらいであったんじゃないかなって思うんですね。かなりあなた様を管理してくる環境とか、あとは自分を律しなきゃいけない、すごく強く上の立場に立っていなきゃいけない状況とか、お仕事とか厳しい環境とか、そうしっかりしてなきゃいけないような状況から少しリラックスする状況に、例えば転職されたりとかお仕事を辞められたりして、変わったんじゃないかなって思うんですね。で、あなた様は今、その頃とはちょっと違うリラックスした自分も出せていっているっていう感じがします。ただ、あなた様が持っていた、エンペラーなので、その王様のような能力っていうのは失われないままあなた様がリラックスしてる感じがするんですけれども、そのことが、今そのリラックスしているあなた様っていうのが、これから新しい、何かちょっとしたやってみたいこととか、ちょっとした挑戦をするっていうのに、すごくいい状況ですよっていうのを言っていて、そのことがさらにこれからあなた様に豊かさをもたらしますよっていうことを言っているので、ちょっと参考にしてみてください。はい。それではですね、こちらの今回の富の流入を許可するのヒーリングを終わります。ありがとうございました。またね。